前回相手の駒に取られてしまうというお話をしました。相手の駒が利いているところに自分の駒がいると取られてしまうだったですね。ですので、マスにどの駒が利いているのかなというのを見つけるのは大事なことです。ちょっとやってみましょう。はい、ではこの場所、このマスに効いている相手の駒を探してみましょう。まず角が効いていますね。角が斜めなので角が効いています。そして桂馬もここ跳ねることができるので効いていますね。そして金も効いています。さあこの銀はどうでしょうか。銀は横には行けないので銀は効いていませんね。ですのでこの白い磁石があるところに効いている駒は角と桂と金ということが分かります。では次に、黄色にしましょうか。はい、この黄色の地点に効いている駒はありますか。相手の駒ですね。はい、角はここには置けないので効いていません。桂馬もここには跳ねることできませんね。金と銀と香車も離れているのでこの黄色の地点には効いていません。ここには相手の駒どれも効いていないというのが分かります。では次にここです。さあここはどうでしょうか。相手の駒ですよ。はい、香車が効いてきましたね。香車がまっすぐ行くので香車が効いています。そして桂馬もちょうどぴょんと跳ねる場所なので効いています。角も効いていますね。金と銀はちょっと離れているので効いていません。ということで今回はこのマスに効いている相手の駒を探すというのをやりました。それでは次はこんな問題です。はい、こんな問題を作ってみました。角も飛車もちょっと遠くからいます。遠くにいますね。まずはこの白い場所に効いている駒、この白い場所に効いている相手の駒を、見つけてください。次にこの青いところに効いている駒があるかどうか見てください。それでは考えてみましょう。はい、わかりましたでしょうか。まずはこの歩のところからやってみましょうね。近づいている駒からやりましょうか。金はまっすぐ進めるので金は一つ切っていますね。そして玉も周り全部動かすことができるので効いています。そして桂もぴょんと跳ねることができるので効いています。さあこの銀はどうですか。銀は横には真横には行けないので銀は効いてませんね。歩も後ろには行けないので効いていません。飛車も横に行けるんですがちょっと一段違うので行けません。そして角は角の利きというのは斜めなので分かりにくいんですが角も効いています。ということで1、2、3、4、この白い場所にはマスには4つの駒が効いています。次にこの青い地点に効いている駒があるかどうかです。まず金ですね。金は真下には行けましたがこの横には行けない駒だったので金はここには効いていません。そして飛車は横そして縦ですのでここには効いていません。ということでこの青い地点にはどの駒も効いていないというのが分かりました。今日はマスに効いている相手の駒を探すということでした。駒を取られないようにするにはこういったことが必要になってくるので覚えていきましょ